中国は自分たちが支配してると思ってずっと攻めてきてて、こっちを完全に舐めてた。カタールは資金力があるから審判を買収してるんじゃないか。カタールも中国と同じで弱いから次も 1-0 で勝てる。日本代表と一緒にグループリーグを突破しよう。中国戦の勝利は正直戦術じゃなくてただの運だった。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。スラマッシアン、アリです。いきなり入ってきた。今日は中国を1対0で倒したインドネシアの様子を紹介していくよ。チャンネルが乗っ取られていく。じゃあ早速いっちゃうよ。勝手に進行してる。じゃあ聞かせて。早速だけど、中国にインドネシアが 1-0 で勝ったの知ってる？試合見たよ。日本対カタール終わった後にまだ試合やってたから途中からだけどね。インドネシアが勝ったんだ。そうなんだよ。中国は自分たちが支配してると思ってずっと攻めてきてて、こっちを完全に舐めてた。だから守備が脆くなってて、そこを U17 のみんなが見事にカウンターでゴールにしてくれたんだよ。カウンターというかゴールキックからだった気がするけど。まあまあ、でもこの調子で次も勝ってほしい。ってめちゃくちゃ盛り上がっててさ。カタールも中国と同じで弱いから次も 1-0 で勝てるなんて言ってる人もいるくらいなんだよね。もしかして次勝てばインドネシアがワールドカップ出場なの？そうそう、これに勝てば今年の U17 ワールドカップ出場が決まるからね。引き分けでも通過できるかもって声もあるけど、開催国枠をもう持ってるカタールには絶対勝って出場を決めてほしいんだ。あれ、カタールってワールドカップ開催国だから、もしカタールがグループステージ通過してワールドカップ出場したらどうなるの？その時はグループステージ3位の中で勝ち点得失点差が一番上の国がワールドカップに出られるんだよ。この大会は3位通過はないけど、カタールがノックアウトステージ進出した時はかなり大切になってくるね。カタールに勝てるって人もいるんだけど、中国戦の勝利は正直戦術じゃなくてただの運だったとも思ってるんだよね。運だったの？勝ったのに厳しいね。90分ただボールを追いかけて走ってただけなのに奇跡的に勝てた。まるで草サッカーみたいなプレーだった。なんて意見もあるくらいだよ。パスもバラバラだし、ゲームプランもはっきりしてないから、まずはパスとトランジッションを直さないとダメだね。それとスタミナもまだまだだしね。内容には納得いってないインドネシアサポーターが多いんだね。そうそう。中国戦でもかなり引いて守ってたから、カタール戦でもまた飛行機を駐車するって予想してる人もいるぐらいだよ。飛行機を駐車するって初めて聞いた。あとインドネシアは U17 もロングスローしてたね。もう伝統芸能だね。その通り。でもファン同士でとにかく今は絶対チームを褒めないでって注意し合ってるくらいなんだ。せっかく勝ったのに褒めたらダメなんだね。褒めすぎるとすぐ調子に乗ってカタールに負けるかもしれないからね。まだ1回勝っただけなんだから傲慢になるな。褒めるとすぐ満足して相手を舐めちゃうからってみんなすごく気を引き締めてるんだ。選手のことなのにサポーターが気を使うんだね。でも褒めてあげないとほわっちゃう。てめんたまつっつかれちゃうかもしれないよ。それに次の相手のカタールのこともめちゃくちゃ警戒しててさ、俺たちカタールのことをゴロゴロ FC って呼んでるんだよね。ゴロゴロ FC ってすぐ転がって時間稼ぎするから気をつけろって言ってるんだよね。試合見たの途中からだけど、インドネシアもかなりゴロゴロ FC だったけどね。一人で倒れて痛がり出しちゃってたし。そういうのほんとダサいんだけど。それに一番厄介なのは相手はカタールだけじゃなくて審判だ。どんな審判か楽しみだね。中東の試合だと怪しい判定が多いからね。カタールは資金力があるから審判を買収してるんじゃないかとか、いつも審判はカタールの味方をするってみんな本気で警戒してるんだよ。アリくん、日本のことは何か言ってないの？今グループリーグでインドネシアは2位なんだけど、日本と勝ち点が全く同じなんだよね。それでファンの間では日本代表と一緒にグループリーグを突破しようって声も結構あるんだ。日本と勝ち点同じって言ってもまだ1試合終わっただけだから。でもね、一番の問題は12日の最後の試合が日本戦だってことなんだ。みんな日本戦はカタール戦よりもっと厳しい。最後が強豪の日本だからカタールに負けたらそこで敗退だってすごく焦ってるんだよね。その前に勝っておかないとやばいって思ってるんだね。その通り。だからカタールには絶対勝たないとダメだねって言われてる。カタールに勝って突破を確定させちゃえば日本戦は勝っても負けても関係ないからね。とにかくまずはあのちびっこ侍たちと戦う前に決めろって言ってる人もいるよ。ちびっこ侍、インドネシアはそんな風に呼んでるんだ。ちびっこ侍って可愛いんだけど。
でもやっぱりちびっこ侍の評価はかなり高いよ。こないだの中国戦が運よく勝てただけで内容が悪かったから。このままだと日本戦ではもう何も言えなくなる。日本戦がどうなるか見てみろ。あまり期待するな。って呆れてる人もいるくらい。相手が違えば戦術も変えなきゃいけないし、それが日本ならなおさらだ。ってね、すごい警戒してるね。もし調子に乗って油断したら、カタールに 5-0 でボコボコにされて、日本には 7-0 でやられるぞ。なんて警告をしてる人もいるよ。逆にカタールには負けるけど日本には勝つ。カタールに日本勝ってるのに日本とは 1-1 の引き分けだって予想してる人もいるし、なぜかこのグループの相手は超簡単だろ、特に日本は。なんてこと言ってる人もいたけどね。大会前はかなり諦めムードだったのにね。一回勝つと調子乗っちゃうんだから。そうなんだよ。カタールは日本に 3-1 で負けてるでしょ。だから日本戦のハイライトを見たけど、カタールより中国の方が手強いぞって分析してる人もいる。カタールより中国の方が強いんだ。そう言ってる人がいたよ。それに中国の次の相手は日本だから、みんな日本が中国に勝つのは 99% 確実だ。中国が日本に勝つなんてありえないって思ってる。だから中国にとっては厳しい状況で、インドネシアは次勝てたらワールドカップ出場確定なんだよ。日本が勝つとインドネシアにとっては有利なんだね。まさにそれ。日本が中国に勝ってくれるから、カタールとは引き分けでも通過できると確信してるって計算してるファンがすごく多いんだ。もしカタールと引き分けて日本に負けたらランナーアップで通過できるのか、それとも荷物をまとめて家に帰ることになるのかって真剣に話し合ってるよ。まあでも最後が日本だからやっぱりカタールに勝って安全を確保する方がいいって結論になるんだけどね。日本が勝つかどうかでインドネシアの運命も変わってくるんだね。そうなんだよ。それにね、俺たちは日本をただ恐れてるだけじゃなくてリスペクトもしてるんだ。日本チームには敬意を表するよ。本当に魔法みたいだって言ってる人もいたくらいだからね。魔法？極めつけはこれ。中東のチームとやるときは日本みたいにプレーしろ。絶対に先制点を許すな。そうしないとあいつらゴロゴロ転がってこっちを感情的にさせてくるぞ。日本がカタール相手に見せた試合運びをインドネシアのお手本にしようって声まであるんだよ。でも日本はカタールに先制されてるんだけどね。あ、そうなんだ。みんな適当だからさ。ということでインドネシアからはこんな感じだよ。日本もインドネシアも勝ったらワールドカップ出場だから頑張ってよね。インドネシアはカタールに勝つ気満々だよ。それじゃあミンピーンだ。ミンピーンだ。インドネシアはカタールに引き分けでもいいって言ってたけど、いやダメだと思う。カタールと引き分けて日本に負けたら勝ち点4でしょ。カタールが最終戦で中国に勝ったら勝ち点4でしょ。もしそうなったら直接対決が引き分けだから得失点差勝負になるよ。そうなってくるとすごい守って前半から時間稼ぎしてきそうだね。インドネシアが最初から時間稼ぎしてこないためにはどうなったらいいの？インドネシアがカタールに大差で負けたら3位でのワールドカップ出場もできなくなりそうだから攻めてくるかもね。そうなったらやるしかないって感じだね。それかカタールに勝ってワールドカップ出場を決めたら自分たちの力を試すためにも普通にやってくれるかも。それはいいね。と言っても日本も去年は初戦で UAE に4対1で勝ち、ベトナムと1対1、オーストラリアに2対3で負けてるから楽な試合なんてないんだけどね。そうだった。インドネシアのことなんて考えてないでまずは日本のことだね。そうだよ。一試合一試合日本を応援だよ。日本対中国戦はいつ？日本時間5月10日、一時キックオフだね。仕事帰ってきたら昼寝しようっと。じゃあ今日は終わるよ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。燃やせ